日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。突然ですが、あなたが住んでいるその場所のことを日本語で何と言いますか？家ですか？家ですか？この家と家はちょうど英語の house と home の違いによく似ているんですが、日本語にはさらに独特で面白いルールが隠されているんです。今日は多くの日本人がうまく説明できない家と家の決定的な違いを例文と一緒にすっきり解明していきます。まずこの漢字なんですが、家とも家とも読めますね。でも家と読む場合は漢字で書くことが多くて、家と読む場合はひらがなで書くことが多いんです。今日はあえて両方ひらがなで書くことにしますが、家はひらがなで書くことが多いと覚えておいてください。では、こんな文はどちらを使う方が自然だと思いますか？あそこに大きくて綺麗な何々があるね。これは物理的な建物を見ているので、家を使うのが自然ですね。もし屋根や壁がある建物そのものの話をしているなら、家を使ってください。逆にこういう時に家を使ってしまうとちょっと不自然になります。じゃあ、こんな文はどうですか？疲れた。早く何々に帰って寝たいな。これは家でも家でも両方間違いではないんですけど、家の方が自然です。どうしてでしょうか？さっき家は物理的な建物のことだって言いましたけど、家は逆に心理的な意味があります。つまり自分が帰る場所、自分がリラックスできる居場所のことを指しています。ですから疲れた時は家に帰りたいっていう方が自然なんですね。ではこのような文はどうですか？去年何々を買った。これも家でも家でも両方大丈夫です。でもニュアンスがちょっと違います。家を買ったっていう言い方はもっと客観的でフォーマルなんです。例えばもしあなたが不動産業者にいろいろ相談している時などは、家とか物件っていう言い方をするのが普通です。つまり話す相手がそれほど親しい人ではない場合は家を使うことが多いです。でも家を買ったっていうともっと主観的で口語的な感じがします。もしかすると話している相手は親しい友達とか家族かもしれません。ついに私たちも家を手に入れたという温かいニュアンスも含まれています。ちなみにこのような家は戸建てとか一戸建てとか口語では一軒家と呼ばれています。このような独立した家を買った場合は確かに家を買ったと言ってもいいです。でも例えばこのような物件はどうですか？これらは日本語ではマンションと呼ばれています。もっと細かく言うと、エレベーターがあったり、管理人がいたりするのはマンション。エレベーターも管理人もいない物件はアパートと言います。ですから、もしこのような物件を買ったなら、そもそも家を買ったではなくて、マンションを買ったということの方が多いんです。気をつけてください。では、このような場合はどうでしょうか？彼は代々続く由緒ある何々の出だ。ちょっとこれ単語が難しかったかもしれませんが、
代々続くっていうのは長い歴史があるっていう意味です。由緒あるっていうのは立派なとか有名なっていう意味です。でっていうのは出身っていう意味ですね。こういう場合は家を使います。つまり家系とか血筋っていう意味の時には家を使うのが普通なんです。では、こんな場合はどうですか？卒業したら何々を継ぐことになっている。これも家を使うのが普通です。ここで家と言っているのは家業、つまり自分の家族のビジネスのことですね。こういう時、家を継ぐっていう言い方をします。では、こんな文はどうですか？何々の会社は最近かなり忙しい。これはうちの会社ですね。ここからが日本語の面白いところです。うちっていうのは自分が住んでいる場所のことだけではなくて、自分が所属しているコミュニティを表すこともあるんです。ですから、うちの会社っていうと、私の会社っていう意味になります。では、あなたのお父さんの上司に挨拶する場合は、どのように言えるでしょうか？何々の父がいつもお世話になっております。これも、うちの父ですね。つまり、うちの何々っていうのは、私の何々っていう意味になるんです。私のっていうよりも、うちのって言った方が短いし言いやすいので、これは便利ですよね。でも、気をつけてほしいことがあります。私のが、うちのと言い換えられるのは、やはりある程度限られたコミュニティだけです。日本語には、うちと外っていう概念があります。一番自分に近いのは自分の家族ですね。うちの学校、うちの会社なども大丈夫です。また、うちの市やうちの県なども自分が属しているコミュニティのことなので、このように言っても大丈夫なんですけど、うちの国っていう言葉はあまり聞いたことがありません。ですから、ある程度の範囲が限られているコミュニティだけは、うちをつけることができるっていうことですね。では、こんな文はどうでしょうか？これは主に私のふるさと、関西地方でよく聞く文です。何々な、昨日カフェ行ってん。じゃあ、大阪弁のアクセントで答えを読んでみますね。うちな、昨日カフェ行ってん。ここで、うちなと言ってるのは、私はねっていう意味です。一点っていうのは、行ったんですよっていう意味です。つまり、関西では自分のことをうちと呼ぶ女性がたくさんいます。このことからも、うちっていう言葉は自分を表すっていうことがよくわかりますね。では最後に日本人の若者や子供がよく使うちょっと面白い言葉を紹介します。それが、何々、何々でゲームしようよです。これは自分のうちっていう意味なんですけど、うちんちと言います。つまり、私がうちになって、のがになって、うちが短くちになった結果、私のうちっていう言葉がうちんちに変化したんです。この何々んちっていう言い方は自分以外のうちについても使えますよ。例えば、山田くんのうちだったら山田くんちとか、花子ちゃんのうちだったら花子ちゃんちになります。こういう言い方はアニメやドラマに時々出てくるので、今度見るとき注意してみてくださいね。
こんな風に日本語ネイティブが普段無意識に使い分けている日本語の微妙な違いについてシェアしています。見逃したくない方はチャンネル登録して次の動画をお待ちください。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。